この成長投資約 1.5 億円だったんですが、この 2.1 億積み増してます。その積み増しているものの半分ぐらいこの AI のところ、ポットワークコストが1億円かかってたところが、これを導入した半年で2000万円になってるんですね。8000万コストダウン。東南アジアの学校に奨学金制度を設けてます。草の根ではあるものの、そういったものをしながら、そして M&A した会社が持っている現地学校法人等々つながりながら、2030年にちゃんと面が取れるように。では事前質問から、競合について、直接の競合がないということでしたけども、顧客企業が、競合するサービスとかそういったものはありますかということと、顧客企業が導入するまたは導入しないかを判断する最も重視するポイントは何でしょうかと。はい、まず一番の競合はお客様です。我々に頼むんだったら自分のところの人事でやるよってやつですね。これが一番の競合です。一つはやはりこのテクノロジーがやっぱり進化していくことで、有料求人広告からウェブマーケティングに移ると、例えば Google アナリティカルとかですね、その自社でやる支援するツールってやっぱりいっぱい生まれてくるんですね。なんで、意図や意味は分かったけど、一回自分のところでチャレンジしてみるよっていうのが一番の競合かなというふうに考えております。じゃあ我々はそこでどういうふうにお伝えするかというと、一社の中でやってしまうと他社との比較ができないので、自分たちの採用戦略が合ってるかどうかっていうことが分かりづらいですよねと。我々は今までの過去データと、水平的な今のマーケットデータの中でやるんで、そこに一つ価値を見出していただけませんかねということで、カウンタートークとしてさせていただいているのがご質問の一つ目です。で、二つ目です。一番ですね、我々の例えば先ほどのアルムニアもそうですし、RPO というものの導入ハードルになっているのは現場の皆さんの声ですね。我々としてはその現場の皆さんを手助けしたいんですが、やはり例えば飲食店の店長とかですね、小売の店長こうイメージしていただくと、日頃すごいストレスなんですよ。お客様との相手の中で唯一の癒しはですね、求人広告の営業マンとかですね、営業マンが来ることがめちゃめちゃ癒しなんですよ。で、我々採用代行なんで、もうお店にそういった営業マン来なくていいですよっていうのが我々のビジネスなんですね。そういった形で全体最適を取るので、現場の皆さんがこの導入をめんどくさいよとか、いや今やれてるよっていうところをこう変えていく。それを本部の皆さんであったり、経営者の皆さんと現場の皆さんにこう周知をしていただくこと、これが我々の、かけてるパワーの半分以上かもしれないですね。これが導入時のハードルとなっています。あまりコストが高いとかですね、結果どうのこうのということでハードルになっていることはあんまりないですね。はい、ご質問の答えとさせていただきます。はい、ありがとうございます。RPO サービスのペイドリクルーティングとオウンドメディアリクルーティングはどちらもほとんどがストック売上なのでしょうかという質問。はい、どちらともストックの売上になりますね。はい、わかりました。その前の質問につながりますけど、サービスを解約する場合の理由は何かと、顧客要因と御社要因もありますかということで分けて教えてくださいと。はい、顧客要因は先ほどコロナの時にですねあったように、コロナの時はその採用どころか店やらないから辞めるっていうパターンですね。なんで顧客要因とすると、一つは先方の事業、それは統合後もあります。我々の今やはりサービス業って非常にその M&A が活発なんですね。事業統合活発で、統合する折に逆に我々が広がる時もあればですね、一旦そこでやってる人事で包括するっていうパターンもあります。なんでお客様事情のところでいうと、統合 M&A とかの統合であったり内製化への切り替え、こういったところが多いですね。で我々からの解約っていうのはほとんどないですね。エンタープライズなので入金遅れもほとんどないんですよ。なので我々、PL も開示させていただいておりますが、貸し倒れ引き当てはほとんど少額です。やはり大手企業様が相手なので、そこのところで、財務要件で、もしくは財務余震のところで我々お断りすることはあまりないですね。はい。はい、ありがとうございます。
次です、今後、人手不足が続き、採用コストは一層上がると考えていますと、その場合の御社のビジネスのニーズは高まると思いますと、顧客の単価を上げることにつながりますかと。はい。2つお答えさせていただきます。まず1つは採用単価どんどん上がります。なぜなら人が減っていくので。なんで我々は循環型採用をご提案していきたいと思います。新たに人を高いお金をかけて採用するよりも、一度応募してきた方や、もしくは OB や OG の方にもう一度お声掛けする、そういったことをすると、いわゆる採用コスト、外に出るお金は極小化しますので、そこをご提案していきたいというふうに考えております。で、2つ目の、単価でございますが、じゃあ、先ほどお見せしたように、我々比較的順調に創業以来成長させていただいていて、上場もさせていただいているので、競合って参入してこないのってよく言われるんですけども、なかなか参入しづらいのは、今回我々開示させてもらっている営業利益率で 5.2% なんですが、もう人材セクターってもっと儲かるんですよ。この前もリクルートさん開示しました 30% の32以下の営業利益率ですよね。なんで、求人広告って利益すごい出るんですね。で、派遣は上場会社平均大体 3% と言われてますが、あれは全体100のうち75、法定マージン 25% と言われてて、25取れてるところも取れてないところもありますけれども、人件費なんで、自らのオーガニックの事業としては25の2なんで 8% ぐらい取れてるんですよ。高いとは 10% ぐらい。でも我々 5% なんですね。これなぜかというと、例えば、王将フードサービスさんって今、800店舗ぐらい行くと、我々王将フードサービスさんの採用業務、例えばこの地域はこのエリアマネージャーが最後は面接するとか、このお店に応募するには持ち物としてこれを持っていかなくちゃいけないとか、そういうものを大体25人ぐらい知ってるんですよ。そうじゃないとカバーできないんで。なんで、相当労働集約なんですね、ビジネスモデルとして。だから、なかなか参入しづらいとともに、我々自身が労働集約なので、これは先般開示をさせていただきましたが、1月から値上げに踏み切りさせていただきます。いわゆる我々自身のその人件費、世の中的ないわゆる人件費に合わせて、人件費高騰に合わせて、我々自身もサービスとして値上げをさせていただくといったことを開示させていただきました。はい、ありがとうございます。ちなみに今の値上げっていうのはトップラインを伸ばすというところですけれども、利益の部分でいうと、これからコスト削減であったり効率化というところはどういった要因がありますか、御社内では。一つは DX です。一つから1から10まで DX ですね。先ほど労働集約というお話をさせていただきましたが、我々自身もいろんな世の中のツールの中で、ここの生産性というのは非常に改善されつつあって、かつ今オウンドメディアといってウェブリクルーティング支援が中心になってきているので、紙からデータに移し替える手間がなくなっているんですね。なんで、我々自身もそこのところで粗利率を改善しているので、まさにコロナの後、毎年 1% ずつ営業利益を改善しているんですが、今回中継に関しても、毎年 0.6 から 0.8 改善していきます。そこは、我々自身の DX 投資の中で、労働集約からの脱却というところが一つのポイントかなというふうに考えています。はい、ありがとうございます。次です。AI による人材ニーズの変化が御社の事業に与える影響について教えてくださいと。ホワイトカラーのビジネスは AI によって置き換えられる可能性があると言われていますと。御社の顧客はホワイトカラーとブルーカラーの割合はどの程度でしょうかと。ホワイトカラー、ブルーカラーでいうと96、7% ブルーカラー。ブルーとオレンジですね。このオレンジってあんまりお聞き覚えないかもしれないです。ブルーっていうのはいわゆる製造業を中心としているんですが、オレンジっていうのは販売であったりとかですね、販売業とかですね、いわゆる、飲食店のフロントの方とか、旅館ホテルだったり小売店のレジの向こうにいる方です。オレンジカラーっていうんですけども、ブルーとオレンジでだいたい 95% ぐらいですね。なのであまり実は我々の中で AI っていうのはその我々が相対している職種で AI っていうのはあんまり出てこない。むしろロボットの方はよく話が出てくるので、実際我々自身はそのつなぐという名前の通りですし、つなぐのは人じゃなくてもいいんですよ。なんで物流倉庫の企業様に物流のロボットのところを
つながせていただいて、そのつながしていただいたコンサルティング費と紹介費っていうのも売り上げになったりするので、そこは可変的に動いていきたいなというふうには考えています。はい、ありがとうございます。一旦会場に行きたいと思います。本日ありがとうございます。やっぱ優待は変えた方が良かったと思うんで、あれは正解だと思います。ご意見いただいて。で、質問なんですけれども、多分御社の株価があまり冴えないとまでは言わないけれども、評価されない理由の一つとして AI で置き換われる事業として、見られてるのかなというところは僕は感じてるんですよね。例えばロックスだったかな、上場したところで AI 面接っていうのを作って、それもう全部 AI が面接を第一次面接までやっちゃうらしいんですよね。それも全く人手をいらずに全ての作業を AI でやるって、そんなの受け入れるんですかって言ったら、あのところの事業をやってる方って結構それがちょうどいいんですよね。ちょうどいいっていう言い方がちょっと面白かったなと思ってたんですよね。そういう中で、AI に置き換えられる事業とか、AI に対しての影響って御社の中で、だから僕も御社もそういうものは取り込まないと、積極的に取り込まないと、なんかコスト面で、どんどん弱くなってしまうのかなという危機感もあるのかなというのを思ってるんですけど、これの AI の影響とその御社に対しての取り込みってどう考えているかについて教えてください。はい、ありがとうございます。AI に関して両方の2つのお答えがあると思ってまして、実は我々自身も AI 研究しなくちゃと投資しなくてはいけないということで、この10月1日に AI 推進部というものを立ち上げ、そこで、我々の領域における AI に関して、研究開発をスタートさせました。なんで、今回、実は、前期はですね、この成長投資約 1.5 億円だったんですが、この 2.1 億積み増してます。その積み増しているものの半分ぐらいこの AI のところですね。この AI のところは、我々自身もある種研究と開発を進めていきたいなというふうに考えているのが、こちら側の答えです。じゃあ、こちら側の答えはどうかというと、いわゆる販売やサービス、流通卸売小売、そして医療介護の領域において AI がこうまだはまってくる実感値がですね、私の現場感としてはあんまりまだないっていう、これはおそらく AI やられている企業様の上場会社様、特にスタートアップ系の企業様多いと思うので、一度決算開示資料を覗いていただければいいと思うんですけど、私としてエンタープライズの企業で1年を超えて AI の何らかのサービスを、同僚で使っている企業ってほとんどないと思います。一回やってみたもののっていうような状況なんです。これはただずっとそうではないと思うので我々も開発するんですけれども、今我々でどういったコンサルティングを結構やってるかというとですね、紙で持ってきた面接をバックヤードに置いちゃダメですよっていうのをまだやってるんですよ。個人情報なんですよってやったりとかですね、LINE で個人の LINE で、シフト外のところでやると2026年の労働基準法改正においてはこれは、禁止されますよみたいなところで、まだまだそのウェブリテラシーっていうところが、その本部と現場の違和感っていうのはすごくあるんですね。なんで、先ほど話して、まだロボットの方が活躍する場が大きいのかなというふうに思っているので、ちょっとまだまだかなというふうには思っているものの、時代は加速度的に変化していくので、当社においても、この AI っていうところは専門部署を立ち上げて、来年にはですね、なんかこういった場でですね、ちょっと AI でこういう取り組みをし始めましたよみたいなことがお伝えできたらなというふうには考えておりますが、あくまでまだ未定ではございますが、そういった取り組みを今回これは業績予想の会場の中に入れさせていただいているので、この場でもお伝えさせていただきます。もう一点、外国人マーケットについて、取り込みたいという話だったと思うんですけれども、
これ先ほど法改正の話っていうのが一体どういうものなのかなっていうのがちょっと気になったのと、あと取り込み方っていろいろあるとは思うんですけど、一番あるのは現地に日本語学校を作ってそこからっていうような話とかが多いのかなという中で、御社はどうやって外国人労働者を取り込むようなことを考えているのかについて教えてください。はい。まずですね、2027年法改正、先ほどのご質問、何が一番変わるのかですが、今、この技能実習と特定技能、今、日本で働かれている方、30から35万人が技能実習です。そして、30から35万人が、この特定技能と言われるところです。そして、30万人ぐらいが日本にいる外国人の方。例えばそれは留学生であったりだとか、ご家族が日本人で、すでに、日本に、ある種いる外国人の方。で、いわゆる333で100万人弱なんですね。で、この技能実習と特定技能っていうところは、どのようなビジネスモデルかというと、管理団体って言われるところ。技能実習で来ました、働きます。その雇用主がしっかりと外国人の方に対して就労マネジメントできているか、また働かれている人が生活の面においても困っていることがないか、そういった管理料というものを雇用主から月3万円ほどいただいています。それがこの技能実習や特定技能のマーケットなんです。で、今そういった、技能実習管理団体並びに特定技能管理支援団体っていうところが合わせて1万弱ぐらいあるんですね。これが2027年一番の問題だと言われてて、ここがちゃんと管理できてないから今のような状況が起こっているのではということで、これを一気に絞り込みます。管理団体ちゃんと例えば財務要件、もしくは専任マネジメントしているかどうか、過去に何らかの問題を起こしてないかどうか、問題を起こしそうにないかどうかっていう指定要件というところが2027年に大きく絞られていて、一番極端で言えば約3分の1に、おそらく半分ぐらいにはなるだろうと。これ2026年の閣議、4回の閣議で決まっていくんですが、これは世の中情報なので皆さんにお伝えできると思います。まだ決まってないもののその方向性です。ということはどういうことかというと、このマーケットのプレイヤーが半分から3分の1になるんですよ。なんで、今回我々公益財団法人を立ち上げました。そこに向けて。公益財団法人でこの管理団体を進めることをスタートし、しようとし、もう公益財団法人自体はもう認可を受けました。んで、世の中のその基準に足る管理団体を作ることで、マーケットが倍もしくは3倍になるところを一気に取り込むというふうに考えているので、やはり M&A や業務提携、要は今のままだったら管理要件にならない管理団体の皆様とどうやっていくかということで、一気に面を取りに行きたいというふうに考えています。で、2つ目のまさにそこで管理要件をぐっと絞れば、どこに一番マーケットの可能性が生まれるかというと、実は送り出しの国での学校なんですよ。今までは緩い要件の中で送り出すところとできなくなるので、ちゃんと学校とつながっていかないとダメになるんですね。なんで次のポイントは現地の学校、こことどのようにアライアンスを組んでいくのかといったところは大きなポイントになってくると思うので、ここはもう一昨年から決まっていたので、今つなぐグローバルスカラーシップという形で東南アジアの学校に、奨学金制度を設けてます。なんでこれが来年3年目になるので卒業生が出てきます。草の根ではあるものの、そういったものをしながら、そして M&A した会社が持っている現地法人、現地学校法人等々つながりながら、2030年にちゃんと面が取れるように、我々としてはこの中期計画の中では進めていきたいというふうに考えています。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。売上の最初の売上のところで、この売上高182億円、はい、で営業利益が 8.7 億円ということで、なんか売上高をちょらっと自分で調べたときに 10% を超えるとすごいいい企業だって
っていうことで、あと1億円弱を伸ばせば、すごい企業になるのかなって思って見ていたんですけれども、この下の方になんと何年でしたっけ、2倍の350億円、5年で2倍ですよね、大体弱、360億円が2倍だから、ほぼ2倍の売上高で、それもすごい、5年でそんなにできるのかなって知りたいなと思ったんですけど、特にその場合だと、たとえ2倍でも営業利益は18億円になるのかな、大体 8.7 億円なんで、はい、2倍として、単純に計算すると、営業利益も18億円かなと思うんですけど、それがなんと28億円ということで、有料企業をもっと超えちゃうみたいな、ハイパーっていうかスーパーっていうかすごくなりそうなんですけど、それは具体的に可能なのかなっていうのと、アルムニアですか、はい、すみません、名前をちゃんと覚えてなくて、その戦略ですと、1日に2万人の人が御社のシステムを使って、1日ごとの派遣なんですかね、仕事を採用してもらう、そういうシステムになるってことなんですけど、1日2万人、9兆円市場で何万人になるのかな、9兆円市場だから可能なのかなとは思うんですけど、1日2万人の雇用ってすごいなって思うんですけども、それは1日なのか、それとも長期的な雇用が1日2万円になるのかっていうのを教えていただきたいんですが。はい、ありがとうございます。まず1つ目のところです。2030年に向けて売上倍、利益3倍、これどのように進めていくかというところですが、これは、2018年からの結果の数字です。で、毎年、階段状に伸ばしてるんですね。大体1年に、営業利益でいうとおよそ1ポイント弱ぐらいを増やしています。で、これは、先ほどその粗利改善っていうところを取り組んできていってるのと、世の中的にDX が進んでいるので、そこで我々自身の生産性も改善しているのがこの数字なんですが、これを次見ながらでいくと、実は多くの中期経営計画って上場会社エビ反り型が多いと思うんですよ。だいたい2030年にバーッと上がっていく、利益もガーッとなっていくっていうのを、今回我々は1年ごとほぼ等間隔で計画を中期経営計画で開示させていただいてます。これは何かというと、今までもそうだったのでこれからもそうしていきますっていうのが一つ簡単な答えなんですけれどもではコントロールをしながら、前期もですね、先ほど1億円投資させていただいた、今期も2億5000円投資させていただいたというふうに、成長投資をまずありきで考えているので、この営業利益率をベースに予算組みをして、で、ある種お金を使っていくっていうのと、で、売上はやはりお客様との兼ね合いがありますので、過去の人手不足の指数と並べて、サービス別に伸び率を、今までの積み上げですね、今までのぐっと上がってるわけではないので、そのままで引いているっていうのが現状です。とはいえですね、売上のところは、僕はこう言うとちょっと元も子もないんですけど、やっぱ売上はお客さんあってのこと、世の中あってのこと、コロナがもうあったことなので、実際我々はこう目論んではいますが、こうなるかどうかはちょっとわからないのは確かです。正直申し上げて。ただ、利益に関しては、今回我々が営業利益をしっかりと改善したところは、やはり自分たちの意思でなんとかなるんですね。なんで、連結の営業利益計画に関しては、毎年およそ 0.6 ポイントの改善、それに合わせた投資額と、費用額をしながら 8% に持っていきたいというふうに考えています。で、ご質問の普通の答えで言うと、今までと同じようにやりますっていう。なんで、これからもそのように頑張りますっていうようなところですね。で、もう一つ、アルミニアのところです。はい。で、1日2万人で、この青いぐらいです。だいたい2万人で。アルムナイですよね。アルムナイの売り上げですね。このぐらいなので、僕らとしては、もう次の中継のところで、
大きなインパクトを与えたいというふうに考えていて、はい1日2万人っていうのはそれほど大きな数字じゃないというふうにじゃあ思ってます。今は1日何万人くらい？例えば派遣で働かれている人っていうのは200万人弱で180万人ぐらいですね。あと、例えばアルバイトやパートの一時だけ働いているそのスポットワークの人あやスポットワーク、あとは兼業社員なんだけれども兼業でやってる人等々を合わせる。例えば今、スポットワーク協会、これ私が代表理事やってるんですけども、そうなんですすべてのスポットワークの登録者を足すともう5000万人超えてます。5000万人、じゃあ1日5000万人の人がいや、登録してる人が5000万人ですね。登録してる人で、おそらく働かれてる方でいうと、800万人ぐらいなんじゃないかなっていうふうに思いますね。じゃあスポットワークを入れると1日800万人の人が毎日就活してる。世の中にですね、世の中で。にそうですね、日スポットワークで日本の中で働いたりだとか、はい派遣で働いたりとかですね。海外も入ってます？はい。日本国内。日本人だけですね、ほぼ日本人だけです。ありがとうございます。はい。なんで、例えば、セブンイレブンジャパン様なんかでいうと、今42万人の人がアルバイトいらっしゃるんですよ。毎日42万、毎日じゃないです。シフトがあるので、大体20万人ぐらいですかね、半分としても。が働かれていてで、やっぱアルバイトやパートの雇用のマーケットって非常にそういう意味では裾野が広いっていうマーケットだというふうに考えています。セブンイレブンの人もで働いてる人も1日20万人が毎日就活してる。いや、レギュラーで働かれてる方はもうずっと働かれてる見れば、例えば今スポットワークではタイミーとかシェアフルとかそういったところで1日だけ働く人もたくさんいらっしゃいますね。そうなんですね。で今その人手不足でこれやりたいっていうのもあるんですけど、お客様にも働いてる方にもいいなってこういうふうに使ってもらいたいなって思ってるのが、例えば七五三の写真とかを撮る大手企業さんってあるじゃないですか。ありますね。そういったところって実は七五三の時期だけで年間の売り上げのかなり多くの量をやってるんですよ。でいくとそこだけ人が必要だったりするんですね。なんで経験者の方がその1週間だけ働けるっていうのもこのアルムナイのいいところだと思ってまして、普段は違うところで働いてるんだけど、以前そういった写真のところで着付けだったりだとかカメラマンアシスタントやってるとかアルバイトでその日だけやってくるみたいな、そういったこともそのアルムナイのところで実現していくっていうのもこうやっていきたい世界観の一つではあります。そうなんですね。じゃあ2万人はもっと増えそう。増やしていきたいと思ってます。これのビジネスモデルなんですが、その ID でいくらとかではなくて、1回あたりのお給料を支払う時の給与の支払い代行費をいただこうと思っています。これだけスポットワークがどんどん広がっている一つの多くはやはり日払いが可能っていう、1日だけ働いてその日お金もらえる、だから働こうという人ですごく多くなっているんですね。でアルバイトやパートのマーケットの中でも特にサービス業どんどん多くなってくるだろうなというふうに思ってまして、今回我々はお客様の代わりに1日の給与の計算を代行したりだとか給与のお支払いを代わりにする、その代わり、オープンにしているので1回450円いただきますよと。なんで、例えば1日それが200人使ってたらそれで6万円かける350日っていうのがこのアルムナイの売り上げなんですね。なんでお客様の労務、経営計算であったりだとかお支払いっていうやっぱり毎日それを計算するのはなかなか人事って今でも月に1回給与の支払いが普通ですし、多くて2週間に1回なんで、そういったペイロールと言われるような給与計算マーケットの対する商品というふうにも我々捉えて進めていきたいというふうに思っています。ありがとうございました。ご説明ありがとうございました。でお伺いしたいのはまず株主優待書いてすごい良かったと思うんですけど、このコストと考え方について、考え方については多分500株の株主を増やしたいという意思でこうされたんだと思うんですけど、特にどういった株主構成にしたいとかそういう考え方があったらお願いします。はい、実は今までこういった株主構成にしたいなであったりだとかこうすればこうなるだろうっていろんなことを考えてきた株主優待だったんですけれども、一旦我々今回その考えを改めました。まずは株主様とのリレーションをスタートするところからやろうと。なんで、最小購買数というか最大公約数というかこうあったらいいよねって言ったところに思い切って投資しようと。
なので、特に思惑は実は今回なくてですね、一度これで、株主の皆様とのリレーションの幅っていうものを広げさせていただくということを、今回チャレンジをさせていただいたというのが、ちょっとお答えのようでお答えになってなくて、本当に恐縮なんですが、今の株主構成の主役がここなんで、むしろここを伸ばすことによって、こういうふうにしようっていうのは、結構今までやってたんですけど、今回やらずにですね、多くの、我々をご支援いただける株主の皆様にとって、これはいいねって言ってもらえるポイントはどこだろうということで、今回、この、8000円のデジタルギフト、かつ、さまざまな要件は今回は、つける予定は実はなくですね、一旦これでスタートさせていただいているというのが現状でございます。申し訳ありません、なんか質問の答えになってないようで申し訳ないです。いや、ありがとうございます。あと、結構この株主優待始められて、すぐに辞められる会社さんも多いと思うんですけど、その辺のコスト計算はしっかりもうなんか万全なんですか？もちろん、そこは事業計画に今回織り込んでおりまして、今回、この成長投資 2.5 億円の中に IR というものを織り込んでおります。なので、この IR のところで先に予算化させていただくというところで進めているのと、引き続き今後も、この形で進めていきたいというふうに思っています。株主還元なんですけど、今、配当も優待も9月ですよね、はい、これ、優待は3月にするとか、ちょっと9月にちょっと集中しすぎてるような気がする、そういうように配分するような考えはないんでしょうか。ありがとうございます。今、IR の担当が確かにっていう顔をちょっと9月だけ持ってればいいになってしまうような気がするんですよね、今の状態では。ありがとうございます。はい、持ち帰ってあとアルムニアについてちょっと難しくてお聞きしたいんですけど、はい、これは企業が契約して、さらにその退職者の人もなんかアプリを入れてと書いてあるんですけど、退職者の人にもちゃんと注視しないとできないサービスなんですよね。今、我々使っていただいている企業様で、一番使っていただいている企業様でいうと、去年までそのスポットワーク、コストが1億円かかってたところが、これを導入して半年で2000万円になってるんですね。8000万コストダウンできたと。これ何かというと、来ます、スポットワークの人が。来たときに、スポットワークって、先ほどちょっとご質問ありましたけど、実は派遣ではないんですよ。直接雇用なんですね。これが大きなポイントで、直接雇用なので、来たときにアプリをダウンロードしてもらうことはなぜするかというと、入社手続きをしてもらう手にしています。なんで、辞めるときにアプリをダウンロードするんじゃなくて、入社したときにダウンロードしてもらう。そして、そこで次からオファーを出していくという形にしていますので、どうしても退職時になると、そのままいなくなったりする人もいるので、入社したときにアプリをダウンロードしてもらう。というのが一つ、その雇用者側のポイントです。なので、一度そこで、アプリをダウンロードしてもらえれば、次またその職場で1日だけ働きたいときは、オファーがやってくると。で、そこで答えていくと。で、今、上手に使っていただいている企業様は、世の中のメディアを使わずに、ここで来てくれたら時給を上げるよっていう形で、そういう囲い込みをすることによって、外に求人広告でお金払うよりは、働いている人に時給を上げた方が、ロイヤリティも上がるし、コストも下がるので、そういった形でお客様は使っていただいてたりしますね。あとその応募者も採用されない人が多いので活用するというお話があったんです。この場合はどのような仕組みで使うんでしょうか。はい、今そこをチャレンジしているのが面接の工程ですね。次の面接進むときここからオファー出すよっていう形で、要は応募したときにこのアプリをもうダウンロードしてもらう、そういう取り組みを今トライアルで進めようとしています。で、この7月1日にカットオーバーしたところなので、さまざまなそういったお客様の意見を聞きながら、順次開発しているのが現状でございます。で、まさにその応募してきたときに、大体アルバイトに応募するとですね、LINE とかショートメッセージとかメールで、ありがとうございましたってくるんですね。で、次からここ連絡してください、面接こうですよってやってくるときに、そういった連絡、このアプリで行くんで、このアプリから、見てくださいねっていうような、そういった取り組みですね。そこで応募した段階から囲い込んでいく。そういうことを試そうとしています。あとそのアルバイトとしている人は、複数の会社でアルバイトの経験していることも多いと思うんです。そういう場合は、どんな感じになるんですかね。
はい、このアルムニア投資サービスはお客様の SaaS 型の支援システムなので、プロダクトではないので、雇用者側は1個だけですけども、複数の場合は、要は iPhone 上にですね、バーチャル3つぐらいのアルムニアがあるような状態ですね。なんで、とはいえ3つも入れれないので、1つ画面開けると、どの会社ですかっていう形に出てきます。複数の会社からなんか求人が来る。可能性もあります。3社で働いた方だったら3社から来る可能性があると。可能性があります。なるほど。わかりました。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。タイミーさんの決算とか見ると、はい、なんか飲食業向けがかなり苦戦されているような状況だと思うんですけども、御社は飲食業向けはどのような状況でしょうか。はい、我々先ほどの RPO のところの、およそ4割ぐらい飲食なので、飲食本当に人手不足です。なんでご支援する幅は非常に広がっておりますね。じゃあもう業績は順調っていう。今のそうですね、サービスこの 37% のところで飲食が多いので、やはりかなり労働集約でございますので、飲食業の人不足っていうのはで、ただですね、やっぱりそのチェーン店さんが多いんですね。飲食チェーン店が多いので、一つ一つのお店で完結しようとすると、簡単に言うとその 0.8 をずっと 0.8 かけていったらいつまでたってもいかないじゃないですか。なんでお店ごとにやるってそういうことなんですね。なんで我々は本部と一緒になってその余りを動かしていったりするので、そういったこともあって我々自身はその飲食に関して特に悪いことはないですね。はい、お話ありがとうございました。ありがとうございます。先ほどアルムニアの中で基本的には1社内でしか使えないのかな、はい、ただ顧客としては3社からリクエストが来るみたいな形になっているという話だったんですけれども、将来的に例えばその3社から、承諾をもらってその1人の人のデータを複数社で共有するというのをお考えですか。我々はやりたいんですけれども、厚生労働省が許さないですね。法制度の改正が必要。法制度の改正がまず必要っていうのと、失礼、厚生労働省だけじゃないですね。一番大きいのは個人情報です。今、例えばセブンイレブンさんっていうのはフランチャイズ企業なんで、実は、バラバラの企業なんですね。でも一つになって使えるっていうのはなぜかというと、一つの屋号の中でいわゆる個人情報を共有していいよというパーミッションを働く人にいただいているからなんです。で、そのパーミッションを今いただける条件というのは、屋号が同じか、もしくは資本関係にある。なんで、屋号も別で資本関係もない場合は、個人情報の共有は今のところ認められてないんですね。なんで、そこがもし法改正になれば、今いただいたように、完全に、ワークシェアリングですね。その地域で、屋号や資本関係を飛び越えて人をシェアするような時代がやってくるやもしれません。ただこれは今まではもう考えられなかったんですが、来年40年ぶりに労働基準法が改正されまして、その中の一つにですね、通算労働時間管理による、超過勤務手当の責務を排除しているのが入りそうなんですよ。これ何かというと、今いろんな副業してて、一人の人間を足すと200時間働いてるんだけど、一つ一つの企業だとこれ残業じゃないよね。でもこれ主たるところは、労働衛生管理上見なくちゃいけないよね。でも見れないよねと。なんで見なくちゃいけないけど見れないよねっていうのを見ろっていうのはおかしいから、それも無理だよねっていうふうに法律改正されそうなんですよ。なんでそういうようなものを積み上げていくと、いわゆるワークシェアリングっていうものができてくる可能性はあります。でもそれワークシェアリングになったら世の中の人材セクターえらいことになると思いますけどね。その壁があるので、移し替えるときに求人広告でやったら広告費用をもらってますし、派遣だったら派遣費用を取ってるのが、それがワークシェアリングできちゃうと人材セクターえらいことになると思いますが、ただ
僕はこう思ってまして、それを乗り越えてでもこういったものをツールとして渡しながら、そういった法改正を進めながらしないと、本当に人手不足は2030年今以上に進むはずなので、今いただいたようなワークシェアリングっていうものは可能性としては絶対なくはないですし、いわゆるプロダクトを持たない、求人広告も持たない、派遣を主としてやってるわけでもない僕らみたいな企業がこういうことをやることによってワークシェアリングをご支援できたらいいなというふうには思っています。ありがとうございます。あと例えばそうですね、法制度の改正とか必要なところあると思うんですけど、それなしに例えば個人の方から承諾を得て似たような地域で時間帯からプロットしてこの企業さんを出していくみたいなことはされてる、これがされると。世の中的にですか。我々はやってないです。やはり今通算労働時間管理っていうものをお話ししましたが、そういったワークシェアリングを規制するような法律ってそれどころじゃなくていっぱいあるんですね。例えば交通費の、例えば税でいうと交通費っていうものは経費計上される、経費計上されない、固定非固定、そういったものもあったりだとかなんで、我々自身が今そこを進めるようなプロダクトというものはやってないです。そこはいわゆる法律に準拠をする形ですね。で、世の中的にはそれをやってるかやってないかでいうと、商店街とかで仲のいい商店主とかはやってる可能性はあるんじゃないかなとは思いますが、まだそこは、企業としてやってるところはないんじゃないかなと思います。ありがとうございます。一つ質問があるんですけども、タイミーとかはあれスポットで働いてて、あれってなんか主なあれって社会保険料を払わなくていいようにやるスキームだと思ってるんですけども、御社の場合はユーザーさんは社会保険とかに入ってるんですかね。はい、今スポットワークの多くはですね、そこの制限がついています。これは何かというと、一定の量を超えると社会保険加入であったりだとか、もっと言えば税制区分も変わったりするんですね。例えば週に一定時間を超えると、日月のオツから平や公で、それによって税率が変わってくる。でそれを避けられるために、この企業で応募できるのは何時間までよとか、何日2ヶ月やると1ヶ月はもう応募できませんよみたいな機能がついているスポットワークのプラットフォームがほとんどなんですが、我々これはそれ排除してます。なぜかというと、それが機能するのは、例えば米田産業が、スポットワーク1個のスポットワークプラットフォームを使えばそれでいいんですけど、例えばこの元岡というんですが、元岡が A というスポットワークプラットフォームで僕のところで働いたときに、この A というところで弾けるんですが、この人がもうタイミーから応募できないから次こっちから応募しようってなったときにですね、内容性ができなかったら働けちゃうんですね。そうすると確定申告時にはですね、本当は確定申告しなきゃいけない。で企業側も本当は社会保険入れなくちゃいけないとこが入れれなくなってきているのが、まさに去年からいろんな今スポットワークをまつわるマスコミ報道っていっぱい出てきてると思うんですけど、そのうちの一つがそれなんですよ。なんでこのアルムニアっていうものはいろんなところから来てもここで内容性します。なんでその人が何時間働いてるのか、期間どれだけ働いてるのかっていうところをここで計算します。でイコール制限をするのではなく、お客様の SaaS のシステムなんで、この人はここまで来たからもうこの人は、オファーできないねっていうものを判断し、それをオファーをしないようなことをできる機能は持っています。であくまでそれはお客さんがそれを見ながら決めていくと。なんで受動制限をしているわけではないようにすることで、逆にいろんなところから来ても大丈夫なような状態にしています。はい、ではオンラインの方から。人手不足が成長の鍵というようなお話がありましたと。年収の壁を178万まで引き上がることによって人手不足が緩和される側面があると思うが、影響はどのように感じていますか。まだ時間がそれほど経っていないかと思いますが、アルムニア利用企業の反応はどうですか。現状をどのように考えていますかという質問です。
はい、これは非常に大きい、非常に大きいと思います。私がこの年収の壁のところをまさにその永田町や、それこそその連合の皆さんとも話し始めたのがコロナの直後の2021年ぐらいから、僕自身もこの話はずっとしてきました。これなぜかというと、私は1993年に社会人になりました。つまり1992年までアルバイトをやってた人間なんですね。で、1993年に、大体非正規雇用者といわれるアルバイトやパートの方の平均月間労働時間で100時間だったんですよ。それが2024年72時間なんですよ。これはなぜかというと、一つに年収の壁なんですね。1993年の最低賃金から2024年、これをそのまま時間あたりで割り戻しちゃうと、72時間しか働けないんですよ。で、このまま年収の壁が突破せずに、今、政府がやろうとしている1500円までいくとですね、実はアルバイトやパートの方って月間58時間しか働けなくなっちゃうんですよ。これ58時間で非常に大きくてですね、例えば認可保育園のところでの就労時間に足りなくなっちゃうんですよ。なんで、働くすぎると、保育園にも入れられないし、年収の壁にもぶち当たってしまうと、これ本当に大きな問題だったんです。これが今回178までいったっていうところは、働き控えというものが大きく緩和され、特に年末等々にある我々のようなサービス業であったりだとか、物流系の企業における人手不足っていうのは、来年度一定量緩和されると思います。これは一つの例として、先行して160時間になったじゃないですか。あれで今、例えば上場会社の、塾を経営されているところを少し見てもらったら、僕も何個かチェックしてますけれども、出てますが、決算報告で。学生のアルバイト増えてるんですよ。10、11、12。なんで、いわゆる扶養控除から学生が一旦外れることによって、学生がもう少し働けるようになってるんですね。いわゆる親の扶養の範囲の広がりの中で。それで、いわゆる学習塾っていうところの人手不足が一点解消され、業績が上がっている一つの要因として、年収の壁って出てきているところがあるぐらいなんで、先ほどのご質問で言うと、今回178万円となったことと、これが恒常的施策として、次からもこんなふうに、いわゆる物価指数と最低賃金上昇の中で、変えていくっていうのは、人手不足解消に非常にこの190万人の中で働き控えてる人もいるので、その人が少なくなってくるっていうのはポジティブだと思っているのと、我々のアルムニアに関してもそうです。先ほどご質問いただいた通り、アルムニアで働いていてもお客様からここの部分で扶養控除、例えばここからは、社会保険ってなってくると、やはりオファーをしなくなっていくと、回転しなくなっていくと、我々は1回あたりのお給料の支払いの代行費用で、お金をもらうので、回転してくれないと我々自身も儲からない。なんで、働き控えがなくなることによって、アルムニア内での回転率も高まり、そこで我々も手数料をたくさんいただくことは、ポジティブではあると思うので、さらに、このいわゆる年収の壁というところの本質的課題が解決できればいいなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。あと、ですね、グローバルエージェントが発足されました。竹内社長の経歴や人柄をお伺いしたいですと。まずそうですね、バイネームではなく、今回、我々、その外国人領域っていうところを本当に一からある種スタートさせるっていう意味でいけば、やっぱ餅は餅屋ということも含めまして、やはり既存でやっていた人間が新たにチャレンジするよりは、すでにやっている方に合流していただくことということが大切かなというふうに思い、ある種、並大抵に言うと、ヘッドハンティングという形でですね、合流していただいたと。まだ合流して3ヶ月なので、息の長い取り組みでもあるので、評価をここで経験するのは少しまだ早いかなというふうに思っておりますが、いろんなところで期待通りの活躍はしてもらっているかなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。次です。前期は派遣事業の黒字達成化が満たせたとか思いますと、今期も引き続き力を入れていくという認識でいます。しかし、
中継からは派遣事業についての言及がなくなっており、どの程度の温度感で注力されるのでしょうかという質問です。はい。まずこのスタッフィングセグメントに関しましては、今まで我々投資事業として説明をしてまいりました。やはり面を取りに行く、トップラインを作りに行く、そのためには先行投資が必要ですという話をしておりました。で、ご指摘の通り、その文面はなくしております。なので、今期以降に関しましては収益化を目指していきたいというふうに考えておりますが、逆目に言うと、じゃあトップラインをどうするのといったところですが、昨年5月に日総ホールディングス様と資本業務提携を行いました。先期に関しましては、大きな数値として皆様にお示しできるようなところ、いくつかの取り組みは進めてきたんですけれども、というよりかはでしたが、いくつか実は、シナジーを生み出す、商売が始まりかけております。始まっているものもあります。なので、我々自身が単独スタッフィング事業でトップラインを伸ばすというよりかは、日総ホールディングス様との資本業務提携の中で、そこを広げることで、どちらに、トップラインがつくかということはまた別ですが、我々自身なんで、一旦ここは収益化の方にベクトルを変えていいかなというふうに判断し、もろもろの資料から今までと文言の違う形でお示しをさせていただいております。はい、ありがとうございます。大川分子のところにイノベーションエンジンさんっていうなんかエンゲージメントファンドが入ってきていると思うんですけど、なんかコミュニケーションとかなんかエンゲージメントはなされましたか？私も驚きましてただ今クォータリーで15、6社いわゆる機関投資家の皆さんとワンオンワンがあるんですね。そのうちの1社ではあったので初めましてではなかったです。じゃあ御社の事業を理解されて、はい、入ってきたってか。もう随分ワンオンワンはもう4年ぐらいやってますかね。はい。四半期ごとにですね。はい。わかりました。ありがとうございます。ここまでにしたいと思います。最後に参加者の方に一言お願いします。はい、長時間ご清聴いただき誠にありがとうございました。冒頭申し上げましたが、前回このご説明の中で5月お話しさせていただき、本日ですね、とはいえ、そこから一定の事業価値として 20% いただけたことをありがたく思っております。また、このような機会を、半年1年後いただいたときに、12月に、お話したときはこうで、実は今回こうですっていうふうに、前向きなお話ができることを楽しみにしておりますとともにですね、これから2026年以降というのは人材市場大きく変容をしていくというふうに思っております。その変容の一つの担い手にもなっていきたいというふうに思っておりますので、ぜひ、ご支援、また今日いただいたご指導のほどもいただければありがたく存じます。本日はありがとうございました。ありがとうございました。